よりアクティブに、より健康に、ファンクフィジオの健康エイジング。こんにちは、ニューヨークファンクフィジオの高田です。今日はですね、How to avoid neck pain、どうやって首の痛みを取るかということについて、今までずっとルール1番から、6番までカバーしてきましたけれども、今日は7番から、9番まで、カバーしていきたいと思います。それでは、ルールナンバー7です。ルールナンバー7、うつ伏せに寝ないです。これ腰痛の時にもカバーしたんですけれども、やはりですね、うつ伏せに寝るっていうことは必ず首をもうどっちかに最大限ひねりながら寝てるんですね。やっぱその時の首への負担っていうのは大きいです。で、常にその状態でいるとですね、組織も固まりやすいですし、どうしても片っぽの方にずっとこう、頸椎がね回ってしまって、そこで関節間の圧迫だとか筋肉が片方は伸びるけど片方は詰まっちゃったりとかいうことが起きてしまうので、できるだけ仰向けまたは横向けにして寝るようにしてください。うつ伏せで寝る方はやはり首痛や腰痛の方が多いですので気をつけましょう。ルールナンバー8です。バッグを持つときに気をつけましょう。で、前から私はバックパックを勧めています。で、理由は簡単です。やはりショルダーバッグでも手荷物でも片方に何かをかけて歩いたりとかずっと立ってたり座ってたりっていうのは体に対して一方的な負荷をかけるので良くないです。で、特に歩いてる時なんかで通勤通学なんかで肩にかけたりとか手に持ったりする人多いんですけれども、何が問題か、手が触れなくなるんです。もちろんそのね片っぽにかけるからそっちがね圧迫でとかそういう話ももちろんあるんですけれども、それよりも手が触れなくなるっていうのは私はすごく問題だと思っています。で、なのでバックパックで持ってやっと手を触れるようなものを持つということですね。ショルダーバッグでもね、肩掛けのこのクロスバッグなんかでそんな重くなければそれもそれでいいと思うんですけれども、自由に手が使える、手が触れる状況ね、最近なんかねゾンビみたいにこうやって歩いてる人いっぱいいますけれども、やっぱり手を振るっていうことはすごく大切です。なので手を触れるようなバッグをおすすめします。バックパックなんかがやはり一番いいと思います。ルールナンバー9です。呼吸方法をしっかり覚えましょう。というのはですね、私ここニューヨークでもう多くの人を見させていただいてますけれども、腰痛にしろ首肩痛にしろですね、一つ共通点言えるのは呼吸がちゃんとできてない人が多いです。で、必ずそうすると首に来たり腰に来たりします。で、呼吸なんかね普通に考えたら毎日してるよ。今更何を言うのっていう話なんですけれども、きちんとした呼吸、ちゃんと横隔膜を使って胸骨がちゃんと広がって、首とかの力はじゃなくて首とかリラックスしてちゃんとした呼吸をできている人っていうのは本当少ないです。で、やはりその呼吸がちゃんとできないとですね、人間って1日2万回以上呼吸をするんです。で、その度に肩、ふーって上げて肩って上げてたらもうこの辺の筋肉バリバリになるのはもう当たり前じゃないですか。で、リラックスしよう、マッサージしようっつってもまたで毎回これで使ってて2万回以上ですよ、1日に。休まるはずもないですし、首肩痛がなくなるわけもないんです。マッサージ行って気持ちよかった。でまたまたバリバリになっちゃった。でいいだけの話なので。なのでやっぱ呼吸っていうのは非常に大切になります。ではどういう呼吸がいいのか。ですね、非常に難しいです。簡単じゃないです。特にですね、もうちっちゃい時から座ったりとか運動不足だったりで、最近は横隔膜が弱い、人っていうのは非常に多いですね。子供の時から使ってないんで横隔膜弱い。横隔膜弱いとどうなるかっていうと、他の筋肉で補うんですね。人間呼吸しないと死んでしまうので、そうすると肩の筋肉使います。腰の筋肉使います。で、いろんなことで肺に酸素は入れるんですけど、結局一番大切なその横隔膜が使えてないんですよね。または弱いんだ。なのでまず横隔膜をちゃんと使えるような呼吸方法を覚えるっていうのが一番大切になります。ですね、横隔膜をきちんと使えて呼吸ができるというのはどういうことかというとですね、ちゃんと横隔膜だけをちゃんとしっかり使いましょうと。で、その場合に横隔膜だけを使っている時っていうのは、吸った時に息をですね、腰は反らなくていいし、肩も上げなくていいんです。ちょっと試してみるといいです。普通に立ってもらって、息を吸った時に、ここのポスチャーとか変わらずに胸郭がで広がれば、それはうまく呼吸ができていると思います。ただ、例えばですけど、
鏡見てもらって、肩が上がったり、胸が上がったり、腰を反ったりするような呼吸方法をしている人がもしいれば気をつけてください。おそらくですけれども、ちゃんとした呼吸方法ができてないです。腰の痛みや首の痛みにつながる可能性があります。